古代ギリシャの数学者ピタゴラスは、多くの人にとって三平方の定理で知られる人物だ。しかし、彼の業績と影響は数学の枠を大きく超えている。紀元前6世紀頃に生まれたピタゴラスは、サモス島出身の哲学者であり神秘主義者でもあった。若い頃、エジプトやバビロニアを訪れ、そこで数学や宗教の知識を深めたと言われている。帰国後、ピタゴラスは南イタリアのクロトンに移り住み、そこで独自の哲学学派を設立した。この学派は、ピタゴラス学派として知られ、数学、哲学、音楽、天文学などを研究した。彼らは、万物は数であるという信念を持ち、宇宙の秩序は数学的な関係性で説明できると考えた。この考え方は後の科学の発展に大きな影響を与えることになる。ピタゴラス学派の最も有名な発見の一つが、直角三角形の辺の長さの関係を示す定理だ。これは現在、ピタゴラスの定理として知られている。この定理は、直角三角形の直角を挟む2辺の長さの2乗の和が、斜辺の長さの2乗に等しいというものだ。この定理は、建築や測量など、様々な分野で応用されている。しかし、ピタゴラスの貢献は数学だけにとどまらない。彼は音楽理論にも大きな影響を与えた。弦の長さと音の高さの関係を発見し、オーンの理論的基礎を築いたとされる。例えば、弦の長さを2分の1にすると1オクターブ上の音が出ることを発見した。これは現代の音楽理論の基礎となっている。ピタゴラス学派は、また、宇宙論にも独自の見解を持っていた。彼らは地球が球体であると主張し、さらに地球が宇宙の中心ではなく、中心の火を周回していると考えた。これは当時としては革新的な考えで、後のコペルニクスの地動説につながる重要な一歩だった。興味深いことに、ピタゴラス学派は数学や科学だけでなく、独特の生活様式も持っていた。彼らは菜食主義を実践し、魂の輪廻転生を信じていた。また、沈黙と内省を重視し、新しい会員は長期間の沈黙を強いられたという。この神秘主義的な側面は、後の哲学や宗教思想にも影響を与えることになる。ピタゴラスの教えは、彼の死後も長く影響力を持ち続けた。プラトンやアリストテレスなど、後の哲学者たちにも大きな影響を与えた。特に、数学的な考え方を自然現象の説明に応用するという発想は、現代科学の基礎となっている。しかし、ピタゴラスの生涯や業績については、多くの謎が残されている。彼自身は著作を残さず、弟子たちの記録や後世の伝承によってその教えが伝えられたため、史実と伝説の区別が難しい。例えば、彼が実際に三平方の定理を発見したかどうかについては、学者の間で議論が続いている。ピタゴラス学派の数学的発見の中で特筆すべきものの一つに、無理数の発見がある。彼らは、正方形の対角線の長さが、一辺の長さに対して無理数の関係にあることを発見した。これは、すべての数が有理数で表せるという彼らの信念を揺るがす衝撃的な発見だった。伝説によれば、この発見を外部に漏らした者は処刑されたとさえ言われている。ピタゴラスの影響は、数学や科学の奥を超えて、芸術や建築にも及んでいる。黄金比として知られる特別な比率は、ピタゴラス学派の研究に基づいているとされ、古代ギリシャの建築や彫刻に多く用いられた。この比率は、後にルネサンス期の芸術家たちにも重要され、現代でも美の基準の一つとして認識されている。ピタゴラスの教えは、時代を超えて現代にも影響を与え続けている。数学教育において、ピタゴラスの定理は今でも重要な位置を占めている。また、彼の数学的な世界観は、現代の理論物理学にも通じるところがある。例えば、素粒子物理学では、自然界の基本法則を数学的な対称性で説明しようとする試みがなされている。ピタゴラスの生涯と業績は、科学と神秘主義、理性と直感の融合を象徴している。彼の思想は、論理的思考と精神的探求の両立を示す模範として、今日でも多くの人々に影響を与え続けている。彼の遺産は、単なる数学の定理を超えて、私たちの世界観や思考方法に深く根付いているのだ。